この動画は、ウプ主が、今話しても全く周りに知ってる人がいない。ついちょっと前までやってたのに知名度が足らなくて全然周りに知ってる人がいない。知ってる人はいるけど作風的に喋りづらい。そんなアニメをひたすら押していく動画です。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。覚えていますか？そんなゆっくりレ夢ムのアニメをし語り、今回も俺は押すぜ俺は押すぜ。今回の作品は、命の答え、魂の行方、ファンタジックチルドレン。ファンタジックチルドレンは、2004年から2005年に放送された、全26話のオリジナルテレビアニメだよ。原作のないオリジナル作品は初めて紹介するね。当時からあまり話題にならなかった作品だけど、音楽演出、迫真の心情表現、物語内だけでなく映像に隠された伏線など、丹念に織り込まれた詩集のようなありさまは、言うなれば隠れた名作。それと同時に、個人的にはウプ主が見たアニメの中で、最も作画で判断してはいけない、を実践しているアニメだよ。これは鉄人28号やアキラの作画監督を担当した、中村隆氏が監督、原作、脚本、デザインすべてを務めてるけど、この絵柄にとっつきにくさを感じた人は少なくないだろう。見ていない人は、ぜひとも騙されたと思ってこれを見て、絵柄で話を想像した俺がバカだった、と心を改めてほしい。本当のことを言うと、この作品に関しては、なるべく一切の情報を仕入れずに見てほしい、と思っているんだ。じゃあなんでここで取り上げるかというと、知名度もあるけど、序盤で話がわからなくて切ってしまった、という感想が、名作と評されると同時に、かなり散見するからだよ。なのでここでは、ギリギリ真相に触れない程度、見る前の導入程度に、キャラとストーリーの流れを説明するよ。物語は、500年もの間観測され続ける謎の存在、ベフォールの子供たち、についての言及から幕を開ける。時は19世紀、少年コンラートの元に子供たちの集団が現れる。彼らはコンラートをパルザ、と呼び親しげに会話をするが、コンラートはそれを否定し、彼らとたもとを分かつ。後に少年は高名な物理学の博士となり、X 線を発見するが、国への子供たちは、全く変わらぬ姿のまま何かを目指す。たどり着いた先には、ついさっき亡くなった女性。そして部屋には、大量の同じモチーフの絵画が残されていた。舞台は変わり、あれから111年後の2012年、東南諸島、南の島パパン島では、奔放な少年トーマが生活していた。トーマは、岸のボートの発見から古い遺跡の上に寝そべる少女を見つけるが、話しかけても寡黙で何も答えない。その後別の島でチットと呼ばれる少年に出会うが、大人たちに連れて行かれ、何やら訳ありの予感。どうやらチットと寡黙な少女は、別の島の施設から逃げてきたという。しかし翌日、また二人は施設を抜け出して、ちょっと複雑になっちゃったね。あらすじを見ての通り、このファンタジックチルドレンは、冒頭からベフォールの子供たちと呼ばれる集団の視点と、パパン島の少年トーマの視点、施設から脱走するチットと少女ヘルガの視点、さらにここにベフォールの子供たちを追跡する警察官、クックスとアリスの視点が加わって、それぞれ交互に進み、同じ舞台へ絡み合っていく群像劇になっているよ。第一陣ベフォールの子供たち、何十年かごとに現れるという、国へ起きた謎の子供の集団。彼らはそれぞれ生まれた所在もバラバラなはずなのに、5歳になると一様に行方をくらまし、11歳で死ぬ。500年間も同じ白銀の髪、青い瞳、国威の姿で観測され続ける。お互いを知られている実名とは違う名前で呼び合い、奴ら、と呼ぶ謎の黒い人型の影、閻魔に追われながらも、ジェナ、という人物を探して放浪しているよ。
第二陣トーマ、南の島パパン島に両親と暮らすやんちゃで元気な少年。子供らしい単純さと純真さが、見ていて非常に和ましい。父親はパパン憲法伝承者で、トーマもその伝承者。なので非常に身軽で腕っぷしも立ち、かなりの戦闘能力がある。しかし小さな島暮らしで学校にも通っていないので、同年代の友達がおらず、じっと立ち、特に少女ヘルガがなぜか気になる模様。定期的に変な夢を見てうなされることがあるようだ。第三陣チットとヘルガ、パパン島とはまた別の東南諸島にある児童施設に住んでいたが、何度も脱走しては捕まって連れ戻されている。脱走の理由は、どうやらヘルガにあるらしく、記憶にある場所、兵器対応だが、脱走を計画して抜け出すのはもっぱらチットの手伝い。チットは非常に行動的で常にヘルガを守るように付き添っているが、ヘルガは非常におとなしく寡黙で、考えを表に出さない。よくクレヨンと画用紙で、綺麗な絵を描いている子だよ。第4陣クックスとアリス、州警察所属の刑事と、彼に派遣された本局の監査官。クックスは少年少女の連続失踪事件を追っており、そこから、ベフォールの子供たち、と呼ばれる存在に行き着いて、彼らの家族と思われる家を訪ねたり、彼らについて書かれた情報を、数多く集めて実態を探っているよ。しかし1年間何も進展に関する報告を入れなかったため、監査官であるアリスがクックスの元に派遣される。クックスはむしろこれ幸いとばかりに、アリスの監査官権限を利用する形でさらなる証拠を集めていくよ。最近のアニメよりも、1話ごとのテンポはゆっくり進むので、多分最初は一体何なんだろう、と思いながら見るとは思うけど、毎回1話ごとに少しずつ謎が提示されていく中で、別々の場所にいたキャラたちが各々絶妙にすれ違い、与えられていく情報が散りばめられては謎が謎を呼び、ついには彼らが出会い、一つの真実が明かされる。ベフォールの子供たちはなぜ幾度となく時代に現れ、家を捨ててまで一人の人間を探し続けているのか。12話をかけて書かれるその様は、実に胸をすく爽快さ。そう、このアニメは1話から12話、13話の1クールちょっとで、ようやく事態の真相の表面が見えてくる、非常に息の長い話の構成をした作品なのだ。まあ前半で投げ出す人の気持ちもわかるってものだよ。でもその後の14話で一度それまでを振り返る総集編が入り、15話から本格的に話の真相に至る全ての過程がつまびらかとなっていく。19話で一旦の説明があり、後にもう一段階深い説明がなされるよ。そこまでの童貞が明らかになっていく流れは、まさしく怒涛の展開。息が長い、とは言い換えれば非常に丁寧で精美な作り。少なくとも12話であらましがはっきりするから、それまでの話は全部12話の、もっと言えばそれ以降に書かれる、すべての真相に至るための伏線回、と言っても過言ではない。何かあるなら早く知りたい。という短気な人にはきついかもね。でも投げっぱなしジャーマンな作品ではないから安心してみてくれ。その後のカタルシスのためにどうにかネタバレは避けながら、もだもだやきもきしてみていただきたいんだが、どうしてもアニメ本編の情報開示で満足できないという人、実は公式サイトでのあらすじに全部顛末が書いてあります。ウプ主は何も見ずに全部見て好きになったもんだから、見に行ったらちょっとびっくりしたね。まあ映像で見るのと文章で読むのとは全然印象は違うんだけど、なるべく見終わってからホームページは見に行こうね。ギャラリーがとっても綺麗だよ。このアニメはあまりにも作りが丁寧なので、最初に見た後に見る2回目以降の視聴では、最初はわからなかった、様々な後への布石を発見することができるよ。というか、もう登場人物たちを見る目がごっそり変わる。そんでもって、こんなのも伏線だったのか。という、新たな発見がバンバン出てくるのだ。2回目以降なんてもう、15話あたりの BGM で泣きが来るのに、追い打ちかけてくる16話の、視点による種明かしの時点で、あまりにも胸が苦しくて、
後見返すと、最初は絶対気づかないけど、確かに性格近いよなとか、いろんなことが頭をよぎって、作中並みにわなわなが止まらなくなるよ。あと、パッと見ファンタジーアニメにしか見えないんだけど、意外と舞台設定そのものは、普通の現代社会と変わらないのよね。地名の大体は架空だけど、おおむねリアル世界とそんなに変わらない世界だよ。これのために改めて見返してて思ったのは、キャラデザのこと、世界名作劇場やカートゥーンアニメを思わせるような、非常にシンプルなパーツによるデザインなんだけど、それゆえ、顔のパーツそれぞれは最近のアニメの細かいデザインよりも、表情の動きのバリエーションはずっと少ないんだよね。でもこのアニメにはむしろそれが合っていて、漫画チックな過剰表現とは全く無縁のデザインに、声優さんたちの迫真の演技が乗っているから、逆にすごく感情表現がリアルというか、生々しく感じるんだよね。実際人間って本当にびっくりすることがあると、とっさに叫べない人間は固まって震えることしかできない。あまりにも悲しいと、涙が止まらないのに何も話せないし、その理由もはっきり言えることじゃない。なんか、ファンタジックチルドレンって、そういうディテールを、ものすごく大事にしている作品なんじゃないかと思うんだよ。表情はオーバーには動かないんだけど、その代わり人の身体の動き方が、感情によって変化していく過程がものすごく丁寧に描かれてる。特にやっぱり、ファンタジックチルドレンの中じゃ忘れられないのが、ダントツで素晴らしい、震え、の描写、わなわな、恐怖による止まらない震え、驚愕から来る震え、悲しみ、苦しみの震え、そして何より棒死亡場面で手のアップのアングル固定によって書かれる、劇場が過ぎた後から来る、少しずつ激しくなっていく同様の震え、とにかくこのアニメの感情の現れ方は、見ているこっちが、どうしようもなく苦しくなるくらい、真に迫った訴えがある。だからこそ、作中で時折出てくる無表情、という暴揚とした表情が、畏怖や不気味な恐れ、そして手の届かない遠いものとして、印象深く残る、そんな気がするよ。演技といえば、声優さんたちにも言及しようか。このアニメの評価には、間違いなくその演技は欠かせないものだからね。快活なトーマは皆川淳子さんが絶妙な子供らしさを演出してるし、生意気なチットは小林圭さん、当時は初めてのメインキャストへの抜擢。静かなヘルガは河原岸穂さんの儚げな声が雰囲気にぴったり。クックス刑事は辻新八さん、アリスは住友優子さんとこれまたベテラン揃い。対照的なのが、ベフォールの子供たちを演じる声優さんたち、原沢幸輝さんや松本幸さんを除くと、それ以外のうち3人は、当時の声優歴が1位2年か3年そこらという新人さんなのだ。それにしてはめちゃくちゃ実力のある演技を披露しているあたりがすごい。公式ホームページから飛べるインタビューを読まないとそうとわからないレベルだ。全部見た暁には、ぜひともアニメ公式とテレ東公式両方に飛んで、それぞれのアフレコインタビューや収録レポート、座談会を読んでほしい。ちなみにベフォールの子供たちの中には鈴木千尋と坂本真綾が混じってるぞ。ここで紹介しないキャラの中でも、海田由紀さんやら畑野渉さんやら、花輪英二さんやらがいるので、聞いて確かめてくれよな。さらにちなんでいくと、このアニメをきっかけに、オエセル隊、という、メインキャラの子供たちとヘルガが組んだ声優ユニットがあるよ。ツイッターで名前をつぶやくとフォローされてツイッターアカウントの存在を知るよ。未だにじわじわ活動しているらしく、公式ホームページは動いてないけど、先駆け、オエセル学園、というホームページが現在も更新中な上にニコニコに動画も上げてるので、興味がある人は覗きに行くといいよ。歌ってみた動画とか生放送とかあるし。しかしトーマが、の思い出した時の皆川さん渾身の同じセリフとか、ヘルガが、語の話しぶりが変わるところとか、について思い出した時に話しぶりが変わるところとか、めっちゃゾクゾクする。ゾクゾクしない？いろいろなことについて大体発散できたので、じゃあ音楽についてでも話すか。
この、ファンタジック・チルドレン。ある意味一番ずるいのが、12話あたりから好きあらばこちらを泣かそうとしてくる音楽演出。もうね、ほんとオープニングアレンジってくっそずるいよねって思うよね。またそのオープニング、ボヤージュ、もくっそ良い曲だからね、ずるいよね。曲が良すぎるのと映像が綺麗だから飛ばせないんだよね。出だしのヘルガのカットが好き。しかも一番泣かせに来るオープニングアレンジがサントラに入ってないというね。iTunes ストアで買えるから安心してね。全体の音楽を担当しているのは、ゲルニカの上野浩二さん。結構最近の映画でも音楽担当してるよ。フランス音楽風の BGM を依頼されたので、全体的にフランス作曲家のクラシックでの有名ところをちゃんぽんしたような BGM 群なので、フランス和声や全音音階の角沸かすようなメロディが印象的。要は比較的クラシカルな編成による音楽だよ。ライトモチーフ、キャラのテーマから取られた旋律が関連する、場面の曲にも暗示として加えられる技法なんだけど、サントラを聞くと、うわこのテーマあのキャラのアレンジやーん、みたいなのに気づくので、そういう楽しみもあるね。それとちょくちょく入ってる CD ドラマ風の小芝居が平和すぎて辛い。みんな可愛い。個人的に、やはり聞く回数の多い、ベフォールの子供たち、のテーマが一番好きだな。教会戦法の中のリディア戦法からメロディが始まるんだけど、全体的に鑑みると、ドリア戦法になってるから混在してるんだろうな。フランス風の劇版音楽の中でも随一にいい曲なんじゃないだろか。ちょっと音楽に関しての専門用語は説明がめんどいので、各自ドビュッシーとかラベルとかを調べてみてね。エンディングは、オリガさんの歌う水のまどろみ。こちらは民謡風。作中でも登場人物が歌うシーンがあってびっくりする。冷静に考えて色々な意味で無茶ぶりだ。アニメを見るときに、本編見たさに思わずエンディングなどを飛ばす、という人もいるかもしれないけど、ここでは推奨しません。このアニメのエンディングには、映像も音楽も仕掛けがあるので、ぜひとも1話ごと飛ばさずに、綺麗な歌と映像に心癒されてほしい。そのまま見進めていけば、ある部分に差し掛かると、なるほどオリガさんをこう使うか、と思うことを受け合い。あとはそうだな、背景の美しさとかかな。この、ファンタジック・チルドレンの背景はすべて、今ではもはや珍しいかもしれない、ノーデジタルなもの、優しく温かみのある、アナログな手法によって書かれているんだ。公式ホームページには、監督、脚本の中村監督のものと一緒に、美術監督であるジブリスタッフ山本さんのインタビューが載っているんだけど、それによると、中村監督の要求は長編映画並みだったそうだよ。その甲斐あって、背景美術が非常に美しい。朝の光のきらめき、木々の間を照らす木漏れ日、夕方の沈む日差しの照り、そして数々の絵や美術品の、醸し出す年月の重み、それぞれがどれも香り立つような存在感があって、アニメを見ているのに、見ているこっちが世界に引っ張られる、そんな錯覚すら覚える、優しく抱かれるような美しい世界観。なんか見てると海の近い土地に旅行行きたくなる、不思議な親近感があるんだよね。本当はもっと語りたいんだけど、あまりにも知らない人に対して、ファンタジック・チルドレンは語れる内容が少ないんだよね。あと前回の動画がくっそ長くなってしまったので、この辺りにしておこうと思うんだけど、最後に、ちょっとストーリーの結末について。26話の最後のシーンで、見た人から賛否両論の部分がある。これはアニメの出来という話ではなく、単純にキャラの処理に関することなんだけど、納得がいかない人が多いので、個人的な意見を一つ書いておくよ。ものなのにこのうちで良いのか、個人的には大ありだと思う。なぜなら、それはそもそも、がそれまで辿ってきた過去の人生の性質が、を待ち続け、を探し続ける、というだけでなく、大切に思っていた人間が必ず、という面もあるから、これは前者も後者も、本編で、も縛られ続けていたであろう。本人にもかけられた、の呪縛、なんじゃないかと思うんだよ。だからこそ、最後、らしき人物に会えたということは、の因果が全て回収されたと同時に、そこから初めて本当の意味で、彼女が、とは関係のない、として生きられるかの試練が待っている。もし今までと同じ流れなら、おそらくようやく会えた。は彼女が生きているうちに、だろう。
しかし、もし二人がそのまま、もしかすれば結ばれて長い余生を過ごすなら、それはきっと、かつての境遇を清算できた。が送るべき、愛する人との人生だろう。その少佐がこれから始まるのも含めての終焉、そして始まり、だと思うのよ。いや初見は私もめちゃくちゃ感情移入してたからびっくりしたんだけどさ、じゃあ、はあれでいいのかって、でもあれでいいんだよ。だって、で姿を現すまでずっと呪縛に苦しんでいたんだ。そしてその呪縛は、本人によって過去を許され、解かれた。もうこの時点で、救われているんだ。救われたからこそ、今の人生を受け入れて本当の意味で、になれたんだ。の旅路はあそこで終わった。だから、まだ旅を終えていない。きっとあいつに会えるよ、と新たな船出へ送り出していったんだ。だってもう、守らなくちゃいけない。いないのだから。何回か見てたら、こんな感じで。過去を全部清算できた報酬として、最後に出会えた幕引きは妥当だなって思えるようになってきたんだよね。だって考えてみれば、一番早く過去に見切りをつけた人間だからさ。それに中村監督曰く、主人公この子だしね。まあそれはそれとして、最後まで見るとトーマは一体、あの後チットとヘルが以外に友達作れたのかが若干不安で、いやサントラの小芝居を聞く限りでは近いうちにまた、遊びには来てるみたいだからいいんだけど10年後あたりとかさ、後のヘルが見る限り、島に遊びに行くのは難しそうだし、なんか定期的に3人で無線でも何でも連絡取っててくれないかなとか、チットってなんだかんだしっかり生活できそうな気がするから、たまにトーマに会いに勝手に島に遊びに来たりとかしないかなとか、大人になったトーマって一体どういう風貌になってるんだろうとか、でもどう転んでもあいつイケメンにしかならないよな。やっぱチットあたりが定期的に同窓会とか開いててくれないかなとか、っていうか島からトーマ連れ出して旅行とか行かないかなとか、ついでにかつての、と会って友達にならないかなとか、思っちゃうんだよな。みんな幸せになってほしい。なんかしんみりしてきたのでまとめに入ろう。今回の推しポイントをオープン。複数の視点が丁寧に絡み合う構成の物語。キャラに感情移入するしかない声優たちの迫真の熱演。オープニングから本編、エンディングに至るまで何一つ隙のない伏線。丹念に織り込まれた詩集のような名作、と表現したけど、本当にこういうしかないくらい、恐ろしく無駄のない物語です。バラバラだった色とりどりの糸が、一つの軸によって手繰られ、次第に互いを絡ませ合い、最終的に息を飲むほど美しい織物の姿を知る。まるで書きたいストーリーのために、全ての無駄という無駄を、削ぎ落とした、木彫りの彫刻と言ってもいいかもしれません。単純に絵柄だけで判断するには、あまりにも壮絶な設定は、中村監督のストイックさを感じられます。ゆっくりと感情の意味が明かされていく叙情的なアニメなので、最近の作品なら、昭和元禄落語心中、とか好きな人には、きっと気に入るのではないでしょうか。しかし、少しだけネタバレをお許しください。これは魂の行方と答えを知る物語なのです。水のまどろみ、を抱えたまま、ボヤージュ、長い旅路を行く。彼らの命が辿ってきた果てのないような奇跡に触れた後、きっと信じたくなるはずです。自分の人生というものも、このファンタジックチルドレンで書かれたように、すべての糸は繋がっていて、すべての出会いが繋がっていて、何一つ無駄ではないのかもしれないと。それではここまでのお相手は、ゆっくりレ夢ムでした。また次のアニメ推しで会いましょう。ボンボヤージュ。あなたの好きは本物？私たちは、最初からあなたたちが大嫌いで、最初からあなたたちが大好きだった。次回、ゆりくま嵐。